鮭の楽しい日本語。サインじゃなくて印鑑。なんで？皆さん、こんにちは。日本に住んでいる人や、日本で仕事をしたことがある人なら、一度は、ここにハンコを押してください、と言われたことがあるかもしれません。サインじゃダメなの、と思ったことは、ありませんか？日本では、サインよりもハンコが使われることが多いんです。なんでそんなに印鑑にこだわるの？と思うかもしれません。実は、この文化には長い歴史と、独自のルールがあるんです。印鑑って何？印鑑とは、名前が彫られた小さなスタンプのようなもの。印鑑のことをよく日本では、ハンコと言います。日本では、これを契約書や重要な書類に押すことで、本人が OK したという証明になります。西洋では、手書きのサインが一般的な本人確認の方法です。でも、日本では、ハンコを押すことで自分の意思を示します。印鑑にはいくつか種類があります。例えば、実印。一番正式なハンコです。市役所で登録してから使います。家や車を買うときなどの重要な契約で使われます。銀行印。銀行の口座を作るときに登録するハンコ。お金に関する手続きで使います。認め印。会社の書類や宅急便の受け取りなど、日常的に使うハンコ。このように、日本では、場面ごとに異なる印鑑を使い分けるのが一般的なんです。なぜ印鑑が使われるの？日本のハンコ文化は、昔、中国から伝わったと言われています。特に、江戸時代に商人たちの間で、印鑑の使用が広まりました。ハンコがないと契約が成立しない、という文化に発展しました。また、日本では手書きのサインは、簡単に真似されると思われがちでした。そのため、印鑑を使う方が安全だと考えられてきました。でも最近はどうなの？実は、コロナの影響で、印鑑を使う機会が減りました。リモートワークが増え、オンラインで契約も可能になりました。例えば、以前は役所や会社での手続きのほとんどに印鑑が必要でした。最近では電子署名を使うケースが増えています。でも、日本のハンコ文化はまだ、完全には消えていません。特に不動産契約などの重要な場面では、今でも印鑑が求められることが多いんです。例えば、家を借りるときにはサインだけではなく、実印を押さないと契約が成立しないことがあります。また、会社の代表者が契約を結ぶ際には、会社の代表印を押すのが一般的です。未来の日本はどうなる？最近では、スマートフォンで電子印鑑を作れるサービスも増えています。例えば、クラウド上で印鑑を管理することもできます。ボタンを押すだけで、契約書に電子のハンコを押せるシステムも登場しています。将来的には、ハンコなしの社会になるかもしれません。でも、日本人にとって印鑑は歴史と伝統の象徴。完全になくなるには、まだ時間がかかりそうです。皆さんは、日本のハンコ文化についてどう思いますか？サインと印鑑、どっちが便利だと思いますか？チャンネル登録、よろしくお願いします。